桜大戦主題歌徹底分析って何すると思います？今日はですね、なんと桜大戦の3曲の主題歌、撃艇、御旗のもとに、地上の戦士、この3つをですねちょっと、私なりにどんなことを思ってどうやって作曲化したかについてですねちょっと皆さんに、分析してみようかなと、皆さんのためにですね本邦初公開です。あんまりこういうのは秘密なのであんまり言いたくないんですけど、とりあえず今15周年も迎えたことですしね、もういいかなということで今日は3曲分析させていただきます。まず桜大戦といえば撃艇なんですけど、撃艇一番最初に来た時にね、どんな注文だったかというと、まず広い王子さんから、青い山脈みたいな戦隊ものと。戦隊もので青い山脈、どんな曲って自分でちょっと思ったんですけど、あと設定をもらった時にやっぱり日本風だったんですね。すごく日本風。じゃあひょっとしたら日本風だったら日本的な音階かなと思いまして、日本的な音階っていうのは昔から4な抜きと言いまして、4度と7度を抜くのが日本的な音階。これで書くとですね割と日本的になるんですよね。簡単に書くとみたいに書くとちょっと日本的ですよね。ただなんか変な演歌になっちゃうんですね。それがどうも自分としては許せない。だからこの撃艇に関してはこの4な抜きはやめてみようかなと。4な抜きをやめたら普通のポップスみたいになっちゃうんで、そこがどうやって日本語を出すかということについてすごく考えたんですが、歌い回しとか拳の回し方によってなんとか日本風にならないかということを考え出しまして、まず一番最初前提としてそんな感じで曲を書き始めたのね。で桜大戦というのは全部広井さんが一番最初に作詞を上げてきて、それに対して私が作曲をすると、詞先ということですね。詞が先というね、詞先。曲が先にできると曲線。だいたいこの頃の歌謡界はほとんど 99% 曲線です。曲が先にできて後に作詞家さんがそれをそこにつけていくんですけど、桜大戦に関してはほとんど 100%、この頃の曲で1曲だけちょっと曲線がありましたが全部詞線です。それで撃艇の詩が来ました。引き裂いた闇が吠え震える帝都に愛の歌高らかに踊り出る戦士たち、こういうような詩が来ましてね、私一番作曲する時に一番最初にまず思うのはイントネーションという日本語のイントネーションを一番きれいに大事にしたいなと思うわけです。そのためにもまず一番最初にやることはこの詩を自分で朗読してみることなんですね。で、引き裂いたタララララ闇が吠え闇が吠え引き裂いたいけるな、引き裂いた闇が吠え闇が吠え、普通に考えるとこうなる。引き裂いた闇が吠え震える帝都に震える帝都にね、普通はこうなんです。もし第一巻で書いたら引き裂いたこれが本当なら一番最初にイントネーション通り書いた撃艇、なんか足りない。さっき言った日本風が足りないし、あとなんかスピード感が足りなくない？なんかスピード感足りないよね。じゃあちょっとリズムを少し変えてみようか、スピード感があるように。もうここだけでなんか引き裂いた、もう一番最初にもうつかみ OK みたいな感じになるでしょ。これがまず一番最初に思ったことからリズムを変えたバージョンが闇が吠えだったんです。でもなんかつまんないなと思って、さっき言った拳をどこで回そうかな、一番最初にちょっとやっぱり拳回してもらいたいなと思って、それでなるほどこれは日本の音楽だなというのを一番最初につかみで欲しかったのね。だから闇が吠えをちょっとイントネーションちょっとだけ変えて
闇がこれを思いついた時はなんかもうつかみ OK とこの一行つかみ OK と私は思いました。ここまでできたね。震える程度にはこれはね何もしてないんです。ここはつなぎのところなんで初めにつかみがあってそしてその後にちょっと流れというところがあってそこが震える程度。ここまではできました。さあ愛の歌高らかに踊り入れる戦士たち。ここが私はこの3行の詩の中で A メロの中で一番盛り上げたいところ。なぜかというと愛の歌高らかにというあ行がガーッとくるんですよね。愛の歌高らかに。ここがサビに行く前の A メロの、クライマックスサブクライマックスというところですね。ちょっと難しいんですけど、まず A メロにサブクライマックスを作ってそしてサビにちゃんとしたクライマックスを作るというのが歌作りの基本ですのでここはまず A メロにサブクライマックスを作ろうと。愛の歌愛の歌高らかに高らかにはい愛の歌高らかに愛の歌高らかになんか童謡唱歌みたいだね。さっきまでのなんかつまんないななんとかなんないかなと思って愛の歌をじゃあ捨てようと思ったんです。その時に高らかにの方がきっと心に伝わる詩ではないかと。で高らかにを一番いい音程に持っていくために愛の歌をちょっと捨てて逆に愛の歌で抑えて高らかにだけを歌う方法はないか考えた。今だったら愛の歌もうここで一回なんか開いた感じがする。そして高らかにでこう開く。そうじゃなくて愛の歌をちょっと閉じといて最終的に高らかでバッと開ける方法はないかと考えた時に愛の歌はあんまりイントネーションを考えずにそこにとどまろうと思ったんですね。愛の歌高らかに初めはこうだったんです。愛の歌高らかにこうだったんです。でもこの高らかにがなんかすごい自分の中では違和感があって誰もやってない高らかにじゃないよな誰でも考えつく高らかにだよなと思った時点でこれもっと愛の歌はこのままにしといて高らかにで何かいい方法はないかと思いついたのが下から上がっていく方法。踊り出る戦士たちは踊り出る戦士たちって言ってイントネーション通りこれもつなぎです。最後は開いた扇は閉じなきゃいけない。踊り出る戦士たちで止まる。その前の高らかにでガッと開けてそしてここの戦士たちで閉じる。A メロできましたね。A メロできちゃいました。さてここでちょっと問います。三旗のもとに行きます。三旗のもとには広井さんから桜大戦の雰囲気を残しつつパリのヨーロッパの歌を書いてくださいと言われましてものすごいむちゃくちゃなあれだなと思う。だって劇亭というこのものすごい素晴らしい曲ができてそれ以上のものを書けということなんですよね。そして劇亭の、風味を残しながらヨーロッパの風も吹かせろと。まあ参ったね。詩が来ました。立ていざ立ち上がれ涙拭き。立ていざ立ち上がれいざ立ち上がられ立ていざ立ち上がれまあできないことはないけどなんか劇亭と似てるよね。なんかないかなと思った時に劇亭はごめんなさいその前にこの曲はなんかひょっとしたらこの作る時は何もそんな話じゃなかったんですけどひょっとしたらこの曲と三旗と
劇亭は一緒に歌われることになるかもしれないなとその時私は考えていて、まあそういう日が桜4で訪れるんですけど、その時点では何もなかったんですけども、それをその時に一瞬ちょっとひょっとしたらあるかもしれない、じゃあ同じキーで書いておこうと。同じキーというのは E マイナーという同じキーで劇亭と三畑の音音を書き始めたんです。もうまた同じキーで書くとですね、もう全く似たものになっちゃうんですね。劇亭のつもりで書いてしまいますから、同じキーですので。だからさっき言ったように「立ていざ立ち上がれ涙拭き」みたいな曲になっちゃうんです。一番最初ここでもうこの初めの一行で、1週間悩んだかもしれない。もう劇亭ショックというか劇亭の呪縛から逃れるのに1週間かかったということですね。しかしこの縦といざが2つあった時に、縦というのを劇亭は1,2,3,4引き裂いたといって強拍1拍目から出てるんですが、じゃあこの縦をちょっと1拍目より前に持ってきたらどうかなということに思いついたんですね。その時にワンツースリー縦縦いざ立ち上がれ、これできた、あちょっと来たなと。縦いざ立ち上がれでここまでできたんですが、でもこれだとなんかまあふわりは違うけどやっぱふわりの違う劇亭みたいになっちゃうんですね、自分としては。ここで次でもうパリの風を吹かせないとこの勝負負けるぞと思って、その後です。ここがこの三畑の一番肝の音をこれから弾きます。これ何の音だと思います？これはヨーロッパ教会旋法と言われているスケールがあるんですけど、それのドリアンというなんか宗教っぽいでしょ。宗教の教会の歌みたいでしょ。普通だったらこれなんですけど、今のドリアンのこれはこれを使ったら一瞬にして劇亭にパリの風が吹きます。よく桜カラオケをやってらっしゃるところにちょっとお邪魔したりするんですけど、この涙吹き、これを涙吹きって歌われてる方がいっぱいいましてですね、それは台無しなんで絶対にここは C シャープ、これで歌っていただかないとパリの風は吹かないんです。はい、そして今度はまた飛びまして地上の戦士に行くんですけど、地上の戦士の時はさすがにこの3曲が一緒になんかジョイントすることはないだろうなと思っていたので、ちょっと新しいキーにしてみようと。若い人たちばっかりいるので新しいキーで書いてみようということで、今までの E マイナーのキーじゃなくて A マイナーのキーで書き出したんですね。それでもう自分の中で決めてたのは、1番はポップスでやって2番は同じメロディーで2番はジャズでやろうと。もう初めから決めていたので、スイングに適応するメロディーでないといけないなと。それも桜大戦の風味を残しつつ、ジャズのメロディーにジャズのリズムに対応するようなメロディーにしなければいけない。そうすると逆に言うと引き裂いたみたいに跳ねちゃうと、初めから跳ねてると今度跳ねた時にノリが悪いんです。だから私の場合今回地上の選手を書く時に思ったのは、まず跳ねるのをやめよう。ポップスとして8ビートで一つの跳ねない8ビートにまずしよう。他の2曲に比べて全く不転の音がないでしょ。とはなんない。こういう風になってます。これは跳ねた時に跳ねた時にすごくノリが良くなる。そのためにこの1番の A メロは、
ポピュラーとして絶対羽はやめようと。でこれはねすごいんですよ。ちゃんと燃える頬に涙のしぶきイントネーション通りになってます。これはこの3曲の中であんまりイントネーションが一番綺麗にできている楽曲だと思います。さてサビに行きましょうか。劇亭に戻りましょうね。走れ高速の帝国歌劇団うなれ衝撃の帝国歌劇団。もうね完璧自分で言うのもなんだけど完璧すぎてもうしょうがないです。これは私が書かせたわけじゃなくてなんか例の人が書かせたんじゃないかと思うぐらい完璧なメロディーですね。だからこの「走れ高速の」でまず桜大戦のゲームは認知されたようなもんです。走れ高速のからCM が流れましたからね。これに一発でやられたという人がいっぱいいらっしゃるみたいで、もう自分としてもこれは完璧なメロディーだと思います。こんなメロディーを劇亭で書いちゃったらさあ三畑はどうするんだと。三畑になった時これ以上のサビは書けんぞと。それでなおかつパリの風も吹かさなきゃいけないと思った時にまずコードはキーは一緒だけどちょっと展開を変えてみようかなと思ってパリではいきなり同主調という違うところにマイナーキーだったのがメジャーキーにポンといけばちょっと違うものが書けるんじゃないかと。それでなおかつこの「走れ高速の帝国歌劇団」に関しては全くテクニカルなことは使っていないんです。コード的な問題です。コード的になんかすごくシャレじゃないよ、コード的に高度なことはあんまりしていない。それだけメロが太いからそんなことする必要がなかったわけです。でもこれほど太いメロを書くのはもうほとんど私にとっても不可能だったので少しやっぱりテクニカルを使った方がいいんではないかということで、三畑は少しテクニックを使ってます。ここです。この泣きのコードを入れてます。もういきなり泣きのコードです。ここも泣きのコード。ここはドミナントドミナントというちょっと面白い音です。泣きのコード。次こっからです。こっからまたすごい変なキーに行きます。いきなり変わります。つまり劇亭では全く使わなかったテクニカルをここでは3箇所使ってるんですね。それぐらい使わないと劇亭のサビに勝るものはできなかったということです。つまり劇亭のサビの太さというのはもう尋常じゃないのでそれに対抗するのには私のやっぱり今まで勉強してきたいろんなこととかいろんなものを使いながらそこにテクニカルを入れていくことによって劇亭のボリューム感を出す、劇亭と同じようなボリューム感を出すことができたんではないかと。そういう意味ではこの、パリ劇亭三畑のもとには非常に成功していると思います。さあ2曲終わってもう1曲あるんですよね、サビが。こっちはもうしょうがないなと思ってもう2曲に勝てるものは本当にないと思った時にもうじゃあ自分のなんていうかなテクニックの限りを尽くしてやろうと思って書いたサビがこちらでございます。まず E フラットにもう初めは A マイナーだったのにもうサビで E フラットにいきなり転調しておりますがここの経緯についてはまた違う機会にしますが、我ら輝く地上の戦士、左手見ててくれると分かりますが一個ずつ降りてきます。こういうふうにこれは循環コードではありません。これは一つずつ階段的に降りて段階的に降りていくというテクニックです。
そこはそんなテクニックではないんですけど、この後ですね。泣きのコード。いきなり転調します。これです。シャープナイスっていう、それも3度の2度からシャープナイスいって、もう一回2度の5度。もうコードの限りですね。自分の中の一番大好きなコード展開の限りを尽くした地上の戦士。すごい綺麗なあれだし、もう教養的に大好きなんですけど、でもやっぱり劇艇には勝てないね。しょうがないね。ここまでやっても勝てないというのはやっぱり劇艇がやっぱり神のメロだったんでしょう。もう一回いきますね。以上3曲ありがとうございました。